当然その日本でもすごく大きな話題になって、そのニュースが日本中に伝わったんですけれど、23日してJMRCA の理事長から電話がありまして、いつ帰ってくるんだと、日本へね。いやもうすぐ帰りますと、私は1日置いて2日後にはもう帰りますという話を、直接話したわけじゃないんですけど、マネージャー通して連絡してもらって帰ったんですよね。そうすると帰国して成田空港へ降りた途端に、お迎えのとこですね、あそこに世界選手権優勝おめでとうっていう種幕っていうかね、横断幕を持って理事長をはじめ多分20名ぐらいの人たちが出迎えにしてくれたんですよ。でびっくりしてね、まさかそういうのことだと思わなかったんで、私が出ていくと皆さんが握手をして迎えてくれたんですよね。ところが「あれ正美君は?」って言うんですけど「えっ?」ってね、正美は別の便で帰ってきますと。違う便で行ったんでね、帰って同時に一緒に帰ったわけじゃないんですよね。なんだっていう感じで、だから正美は多分 2,3 日遅れて帰国した。そんな感じで私もびっくりして、みんなもびっくりしたと、そんなこともありました。その横断幕まで用意してくれてたんや。そうだから、もう一人か二人迎えに来てくれたのかなっていう、それだけやと思ってた。それはもう大勢の人が来てくれて、だからみんなが拍子抜けしてしまってお笑いだったですけどね。でもあれにしてみたら、うわすごいことなんだなと実感がその時初めて分かりましたね。次は21、これだけしか入ってません。こちらから貫通さすんですね。単純にスペーサーですね。これは2つある穴の下の方ですね。引っかかってるのかどうか。上の穴で一応決めてしまう。これもね、ネジだとね簡単にいけるんですけれど、わからなんで、よいしょ、こういうことですね。でこちらにもスペーサーを、こういうことですね。それでほぼ均等に出して、で止めると、ここだけちょっと違和感がありますね。これ苦肉の策というか、ちょっと苦労の跡が見られますね。でレンチが入らない、ボックスが入らないんで、こういうラジオベンチとか、これスパナがあれば便利ですかね。なかなか 5.5 のスパナって普通はないですけど、左右あります。似たような形なんで、並べたら分かるようにこの位置がちょっと違うんですね。この出っ張りと、これはここに印がありますね。 A と B、 これで方向が A が進行方に向かって右側、 B が左側と、この膨れた方がこう向きですね。でその前にこのサスマウント、これをこの長いネジで取り付けるんですが、これも穴が2箇所、これ確かひっくり返したり方向を変えることによってスキッと分かるんですね。だから間違えないように、まずこちらから左側、
この上を持ってきてこういう方向ですね。で前は逆、前の下が中、上が外で、おっと先客がいましたね。これはあんたは違うところにいてますね。これがありますね。この下が邪魔するんですよね。ただ摩擦だけで止まってる。これ抜けることない。抜こうと思えば簡単に抜けるんですけど、だからこのスタビと一緒で入れてから締めてやれば両方がちょっと渋くなるんでね、それで抜けにくくなります。でもここで動くんでアームは軽く動くと。で同じようにこちら側も左右対称になるように内側にこう来て内側に高い方、こうですね。これがスキットになるんで、間違うとスキットがおかしくなってしまう。アームがここに入るんですが、両方とも外側の穴ですね。後ろが下、前が上。そうするとこれだけスキット角がつきますね。この穴の位置合わすのが難しいですね。こっちから刺しておけば、これと平行になるように狙っていけば、これは私の勇み足で勝手につけてしまったんで、サザンビンは2ミリを持つんだということで、その2ミリを採用するようになった。抵抗が少ないしね。2ミリのサスピンってすごいよね。軽い。軽い。だから MX4 なんかは2ミリを使う。この車参考にした。この時にも2ミリで使えるなと。でベルトもそうだし2ミリいけるなと、これが頭にあったんでね、時代は違うけど多分使えるんじゃないかっていう。細いよな、軽いし、軽そうだし。だからもう全てにおいてこう軽量にこだわってるよね。オフロードというよりはオンロードの感覚だったね、この車。どちらかというとオンロード的な感じよね。よく見えるわ、これ透明やから。そうだね。下は塗ってない人多いよね。塗らなくてもいいと思う。組み立てやすいんちゃう、塗らん方が。その方がいいよね。ただ裏返った時にかっこ悪いだけで、別にかっこ悪くなるね。これで後ろはつきました。このピンも抜いて外れるんでね。メンテはそこ速そうやね。ここは早い。普通だいたい1回ねじ込んだもん外すとあんまりないのね、普通だったらね。この車はつけたり外したりつけたり外したり、訓練にはなるよね。24と25が対になります。だいぶ助かったよね、これ。これでね、クラッシュがないってことはありえないんで。折れないからギリギリ攻められるのに逃げてくれるんで。いや、オフロードはね、ダメージも大きいし、ジャンプもあるしね。ショックセービング。ショックセービング。なんていうかな、これ。ショックセービングね、ショックっていうのはそのショックのショックだし、これは左右同じもんですよね。スペーサーを返して、これが後ろに伸びるようにして、同じように対称でこれはネジがなくて、これはピンで止まるわけです。これもしっかり下まで
貫通してないと外れてしまうんで、でも結構難しいんです。これがぴったりこの間の下までいかないと、これがね出てくるぐらいまで、これがね引っかかってしまうんですよね。こっちへ入れないとダメなの。こうね、こっち向けとかないとこれがいっぱいまで開かないんで、これねポイントです。なかなか見つけるのが難しくて、レース上でねこんなことやってたら間に合わないんですよ。イライラするんだね。どうすんのレースでそんなのあったら。実際にこれレースやったってあんまりないんでね。ああ、そう壊れることがそこまでからすでそうじゃなくて、レースそのものをね、世界戦後に全日本をやったけど、そんなにレースでない。大きなレースってその後の全日本ぐらいよね。ああ、そう、もうすぐ車変わったもんね。もう車変わってしまったんでね。だから実際にあんまり実戦に使ったことがないんで、練習はねよくやったけど、でも意外とこういうことって説明書に書いてあるかな。これを発見するまでにやっぱそれ相当の時間かかったんでね。実際組んだ時ってわからないけど、これ開いた時に開かないよね。これが当たって、おかしいなってやっぱこれが当たってた。これで両方とも切り開きます。ここですね。この上のリアケースカバーがネジに当たってる。これ以上いかないというか、行くんだけどちょっと抵抗があると。だからここは切ってやった方がいい。これでまあ